約束の時が来た。準備はどう？すべてにおいて計画に滞りはない。あとはただ時を待つのみだ。違う。心の方。心だと。まさかお前からその言葉を聞くとはな。確かに私に人の心は理解できない。だけどだからこそあなたたちに迷いがあっては困る。いらぬ心配だ。むしろ心の問題はお前たちの方にあるのではないか。私たちバレンタインには感情などない。意義や納得などといったものを必要としない。ただやるべきことをやるだけ。それが道具としての役割だ。だが君の妹は違うよ。なぜだ？母さんの考えだ。理由を知る必要はない。計画にほころびが出ては困る。この計画は我々の悲願だ。失敗はありえない。確かにあいつにはエラーが生じて本来の使命を遂行できなくなった。けどもともと今回の作戦を妨害できるほどの重要な情報は与えられてない。そう願う。でもそうね、正直迷いがないとは言えないわ。これから起きる惨劇を思えば。まだそんなことを言っているのか。君だって納得したはずだ。この機を逃せば次はまた遠い未来のこととなってしまう。それもその時に世界があればの話だ。この大義を全ての人間に理解してもらうための時間などないのだ。分かってるわ。私たちはこの日のためにあるのだから。そう。そしてあの男が介入する前に事を進める必要がある。じゃあもういい？ああ。お前はどうだ、ラムネさん。相手はあのソルバッドだ。勝算はある。私は捨て駒だ。勝つ必要などない。ゆりかごを起動させる。それが私とあなたたちの共通の目的。私の役目はそれだけでいい。よろしい。では始めようではないか。最後の暁を。バビロン中心部から強力な振動と衝撃波を観測しています。ラムレザルか。そうだ、結果出ました。巨大な物体の出現を確認。衝撃波と震源もそこからです。そいつが何かを聞いている。成分分析追いつきません。現地とは連絡もつかない状態です。クソったれ。救援と調査隊を送れ。最優先だ。了解。それから被害報告の確認を急げ。近隣の都市には厳戒態勢を指示。各国の首脳とホットラインも忘れるな。情報を共有する。はい。マスコミや市民から問い合わせが殺到しています。あとだ、参加で処理しろ。レオ様、カイ様より入電です。なぜ？はっ。レオ、カイ、バビロンで何かが起こった。そっちと関係がある。ええ、おそらく我々も解決に当たっているが緊急事態だ。承認を求めたい。承認？お前が俺に？エルフェルトを一時的に解放します。何？こんな時に何を言ってるんだ。認められるわけがないだろ。こんな時だからだ。今バビロンで起こっている惨劇を止めるために
ラムレザルを捕獲する。そのためには彼女の力が必要だ。それはエルフェルトが進言してるのか。いやダメだ、リスクが高すぎる。事態が悪化しかねえ。たとえ都合のいい面積条件を出してきても信用には足らない。やはりか。では仕方ない。独断で動かせてもらうぞ。おい待て！クソ！クソバンビーノが。レオ様！今度は何だ！生体訪問称号イルリア連王解決区と認識。最高権限による例外処理8項を適用。第二拘束を解除します。エルフェルトさん、私の声が聞こえますか？はい。全てあなたの予言通りになってしまった。今さら虫のいい話ではありますが。気にしないでください。こうなるとは思ってましたから。止められそうですか？私たち姉妹はお互いに同等の抑止権を持っています。止めてみせます。最終拘束を解除します。エルベルト・ラミンダール解放。ドレス汚れないといいな。私たちの作戦は成功した。でも戦って分かった。あなたの存在は今後も脅威になる。きっと母さんの邪魔になる。一緒に死んで。およしあれ、どうしてエル。およしよかった、間に合ったか。二度は言わねえ。今すぐバビロンの減少を止めろ。無理。私には何もできない。あなたたちももう間に合わない。そうか、ならくたばれ。待てそれ。ラムレゼルはこのまま捕獲する。状況が見えない今はその方が賢明だ。超巨大物体観測不能。消滅しました。消えた。はい。ソナー反応、残存法力共に観測できません。バカな、あんなクソでかいもんを簡単に消せる法力なんざあるか。ですがいかがいたしましょう。国民の過剰な反応によるパニックを避けろ。それから先走った情報を流さないように報道機関に釘を刺せ。軍と警察機構で連携して24時間体制のパトロールを行うよう指示しろ。了解しました。調査隊の報告を待つ時間が惜しい。国防省に全データを渡し分析と予測を依頼。王立大学にも協力を要請しろ。は。ホットラインはどうなった？すべて繋がっています。よし、回線を切り替えてくれ。協議に入る。お待ちください。カイ様より入電。ラムレザルの拘束に成功したとのことです。何？確かか？おつなぎします。待て。一度クソったれと言ってから俺に回せ。ねえ、鳥になってみたいって考えたことある？ああ、
ねえな。嘘、一度くらいあるでしょ。主観的希望であって結果を体感できない妄想だ。いい大人が考えることじゃねえ。何それ、ない言い方。空を自由に飛びたいとは考えたことはあるぞ。同じじゃない。同じじゃない。空を飛ぶために鳥になる必要性はないだろう。そうじゃなくてさ。じゃあゴキブリになりたいと思ったことあるか？あるわけないじゃない。なぜ？なぜって、それはだって気持ち悪いじゃない？そうか。なってみれば意外にいいものかもしれないぞ。いや、全然わからない。社会や他人との余計なしがらみが一切ないし、天敵も少ない。何より迷ったり悩んだりしないし、生命力も高い。これは幸福とは言えないか。でもやっぱり気持ち悪いし。ゴキブリ本人は自分のことを気持ち悪いとは思っていないだろう。それはそうかもしれないけど。そういうことだ。要するに俺たちはあくまで人間の尺度でしか物事の判断基準を持っていない。現状から何かになり変わるっていうことは一般的な死の定義に等しい。もっと言えばこの世は自分一人の壮大な思い込みに過ぎないかもしれない。これはまた排他的な物言いだね、フレデリック。だよね、ロマンのかけらもないへりくつばっかり。へりくつはどっちだ。俺はただ今存在する全ての価値は今測り得る価値でしかないと考えたまでだ。だったら今をまっとうに生きればいい。うわ、哲学。でもフレデリック、確かに僕たちは科学者だが同時に人間だよ。そんな言い方は少し寂しい気がしないか？寂しい？例えば君にとって過去とは何だい？ただの記録？それとも記憶？勘弁しろ。哲学はともかく俺に信心でも解く気か？では言い方を変えよう。もしも今日世界が滅びるとしたら、その時今の君は何をする？決まっている。最後の瞬間まであがいてみせるさ。残りの1秒が明日につながる可能性を探す。恋人と共に過ごすじゃなくて。休憩終わり。先行ってるよ。2人ともビンス教授の式だからって遅れてきちゃダメだからね。彼女ぼやいていたよ。君はすぐに一人の世界に入ってしまうってね。分かってるよ。確かに答えを間違った。違うよフレデリック。アリアが心配しているのは君のことなんだ。あ？俺の？なんであいつが俺の心配なんかするんだ？それは君は視界が狭いしワンマンだからね。研究所でも敵ばかり作るだろ。群れる方が正しいってのか？アリアとお前がいる。俺にはそれでいい。背徳の炎、ソルバッドガイ。かつてあの男によって改造され、ギアの力を得た超人。以来彼は飢え、渇き、衝動、あらゆる本能的欲求に悩まされる。しかしさすがは元科学者。海外しくもその力を制御する方法を自ら開発し、なんとか人間であることを保ち続けている。しかしその実は彼こそがどうした？
いつになく楽しそうではないか。ああ、素晴らしいよ。物語の主役として彼は完璧だ。まるで目の利かない三流の鑑定士でも彼という存在が至高の芸術品であることを理解できるだろう。しかも彼自身のライフワークが自分をこんな目に遭わせたあの男とその作品であるギアへの復讐だなんて、なんと因果的で盲目的で何よりも情熱的なんだ。運命だよこれは。僕たちの作る絶対確定世界が神話になるためのね。でもその前にまずは元老院に計画を進めてもらう必要がある。ああ、そうだね。不安要素だったラムレザルも存外悪くなかった。これからも楽しめそうだ。では引き続きこの銀幕の監督は君に任せるよ。ケイト・オルターです。10月28日、時刻は午後3時15分を回ったところです。緊急ニュースが入りましたので、番組を中断してお伝えさせていただきます。先ほど、イルリア騎士団の手によってラムレザル・バレンタインが捕らえられたとの情報が入りました。全世界が震撼したあの先制生命からわずか1週間のスピード解決です。捕獲の経緯や方法、現在のバレンタインの身柄に関する情報は明らかにされていませんが、昨日バビロンで起きた大地震との関係性が噂されています。さて、気になるバビロンの状況です。現地のリポーターに中継がつながっています。現地の門木さん。はい、こちら門木です。私の眼前には信じられない光景が広がっております。謎の灰が止むことなく降りしきり、あの華やかだった大都市が一変、一っ子一人見当たらないゴーストタウンへと変貌してしまっております。調査団の発表によると、現在までのところ生存者は一人も確認されていないとのことです。昨夜の大地震とともに全てのバビロン市民が忽然と姿を消したとしか言いようがない状況です。調査はまだ始まったばかりですが、多くの謎が残っており、現在の手がかりからでは何が起こったのかを断定するのは難しく、解明には時間がかかる見込みです。多くの謎ですか？はい、発表によりますと、市民だけではなくペットや家畜など動物の遺体が一切発見されておらず、その一方で建造物などの無機物に対しては一切の被害が認められていないとのことです。したがって物理的な爆発の可能性は極めて低いと考えられているようです。つまり生物だけが忽然と姿を消してしまったと。はい、現在はこの降り積もる灰の成分調査を行っているとのことで、真相究明の手がかりになることが期待されます。わかりました。やはりラムレザルとの関係があるのでしょうか？はい、当然のことながら政府はラムレザルとの関連性を疑っているようです。一方でセントエルモの火が何らかの変化を起こしバビロンを襲ったのではないかという仮説を唱える指揮者もいるようです。セントエルモの火ですか。感謝祭までにはまだ数日ありますが、時期的に考えて可能性は無視できませんね。はい、また別の政府筋からの情報によりますと、国連加盟国の首脳陣の間で緊急の国際会議が行われており、有事に備え各主要都市で試験運用段階であったオーパスの実戦投入が決議されたとのことです。門木さん、オーパスというのは？はい、オーパスは西王朝の指示のもとイルリア連王国が中心となって開発した人造兵士です。先だってのバプテスマ13では、突如現れた謎の軍団やその首謀者バレンタインに対してイルリア正規軍の砲撃が有効でなかったため多大な被害が出てしまいました。その苦戦を教訓にして開発された、まさに対バレンタイン専用の兵士とのことです。オーパスの開発と配備を指導した西王朝のアリエルス西洋芸家に対して、その対応の速さと柔軟性に高い評価が集まっているようです。わかりました。門木さん、ありがとうございました。
一夜にして数十万人のバビロン市民と全ての生き物が忽然と姿を消したこの事件、一体何が起こったのでしょうか。さまざまな憶測が飛び交う中、行方不明者の安否も心配されています。市民の捜索に進展があり次第、このチャンネルでお伝えしていきます。報道が始まったな。なんだよ、俺たちの活躍が全然ないじゃんか。当たり前だ。どうしてさ。ラムレザル捕獲の立役者が同じバレンタインだなんて言えねえだろ。ここに報道陣が集まるのは危険だし、我々も困る。それにイルリア正義軍の手柄にした方が都合がいいんだ。会の人気が上がって困る奴らもいる。最近のてめえは問題が多いからな。うるさいな。はあ、大人の事情ってやつか。こっちはもらえるもんをもらえば文句はねえ。100万ワールドドルだっけ。夏間みたいのステーキ何枚食えるんだ。計算してみろ。いや、割り算はまだ教えてなかったか。何にせよ事件解決の鍵はあのバレンタイン2人が握っている。彼女たちが目覚めるのを待って話を聞こう。時間がねえ。殴れば起きるだろ。待て。バレンタインとはいえ彼女たちにも回復は必要だ。めんどくせえな。ところでさ、親父、ラジオで言ってた戦闘エルモってなんだ。クソでけえ落雷だ。なんだよそれ。なんでそんなもんに感謝すんだ。まったくお前は説明が端的すぎる。俺の教育方針に文句は言わねえんじゃなかったか。セントエルモの日というのは13年周期で訪れる超高出力の落雷だ。気象学的な原因は解明されていないが、決まって秋のこの時期に発生する。へえ。聖戦時絶望的な状況にあった聖騎士団がこの落雷によって助けられたことがある。セントエルモの落雷がギアの一団に直撃したんだ。その落雷によって形勢は一気に逆転し、人類が攻勢に出る転機となった。それ以来この落雷を聖なる加護として祀る風習が生まれたんだ。じゃあバビロンはその雷にやられたってこと？ねえな、それは。ラムレザルはあの攻撃が起こることを知っていた。少なくとも天才じゃねえ。ああ、だが確かにセントエルモの火が人の集まる場所に落ちれば大変なことになる。実際大都市を消滅させるほどの破壊力があるんだ。だからその対策として人類はセントエルモ専用の避雷針を作った。避雷針？ああ、それがイルリア城だ。なるほど。理解できたか。おう、要するにクソでかい落雷ってことか？上出来だ。このままではまずいかもしれない。急な連絡ですみません、バーノン大統領。いや、構わんよ。お互い時間が惜しいところだ。手短に行こお気遣いありがとうございます。う。早速だが、そちらの状況は？今のところ思いのほか落ち着いています。パニックを覚悟していたのですが。イリリアの国土は広い。首都から遠いバビロンの事件に実感が湧かないのも無理はない。しかしこの非常時に俗な放送番組が自粛していないのはありがたくもあり悲しくもありますね。どうも事件に対して他人事のような空気があるように感じます。自分に類の及ばない物事に対して民衆はそうしたものだよ。そんなものでしょうか。ああ、かつて人類は科学をもって文化を向上させ、結果的に人としての根源的なつながりを希薄にしたと聞く。今の我々は魔法をもって同じ道をたどっているのかもしれん。笑えませんな。それでそちらはいかがですか？こちらも徐々に落ち着きを取り戻しつつある。ラムレザルの宣戦布告の折は各地で混乱があったが、
それも収束した。早い段階での政府会見が功を奏したようだ。大統領とエリカ前大統領の直接の会見で国民も安心したのでしょう。だといいがな。となると目下の問題はバビロンを襲撃したあの巨大物体だな。あれの正体も目的も判明していない。ゆりかごです、大統領。第一連王の報告によるとラムレザルがそう呼んでいるとか。ではそのゆりかごとやらとラムレザルの関係性は明白だな。ラムレザルの捕獲によってバビロンの再現はないと考えていいのか？そうであれば気が楽なんですが、残念ながらそういうわけでもなさそうです。お？ラムレザルによる宣戦布告はあのゆりかごに気を向けさせないための陽動だったようです。陽動。まんまと乗せられたわけか。つまり問題は未だ進行中。イニシアチブは敵の掌中にあるということだな。はい、残念ながら。ゆりかご対策に加えて黒幕の捜索、簡単にはいかんのだな。我々が力になれることがあれば言ってくれ。協力は惜しむまい。ありがとうございます。そういえばレオ、第一連王が保護しているというもう一人のバレンタインは？エルフェルト・バレンタインです。彼女からは何か聞き出せてないのか？はい、相変わらずです。なぜか第一連王としか話さないの一点張りで、首都に呼び戻して今一度尋問したいのは山々なのですが、人口密集地に敵を呼び込むのは危険すぎると判断し保留しています。しばらくは彼らに任せるほかないと。そうか。しかし第一連王が独断でエルフェルトを解放したと聞いた時には正直肝を冷やしたぞ。結果だけ見ればよかったと言えるが、悪い方に転んでいたと想像するとゾッとする。同感です。先日の国際会議の時もそうだったが、最近の第一連王の行動は予測がつかんな。ええ、私の辞書にはかなり前から問題児と引けばカイキスクと書いてありますよ。さて諸君、我々はあのゆりかごに関する重大な秘密を知ってしまった。連王国すら知らない人類の命運を左右するほどの秘密だ。いささかの猶予もなさそうだが、我々はどうすべきかな？またそんな。どうしたね。答えなんて最初から出ているでしょ。私たちを試すような言い方をして。あなたのそういうところ本当に嫌いよ。これは手厳しいね。ミリア、市場はどうあれ我々はこの情報をしかるべき筋に伝える必要がある。たとえ闇に生きる者であろうと世界の終末を望む者などいない。何よりそれがザトウ様のご意志でもある。だが我々は暗殺集団、人殺しの犯罪者集団だ。各国政府と我々が懇意にしていることは一部で周知とはいえ一部は一部。大手を振ってイリュリア城の門を叩くわけにもいくまい。終戦管理局のマイニング卿はどうでしょう。彼ならばイリュリアの高官にも顔が利きます。忘れたのかね。終戦管理局は元老院の直轄だ。マイニング卿はともかくその側近には。なるほど。世界中の政府高官に元老院の息がかかっている。当人が信頼できる人物でも周りに監視の目があるかもしれない。となるとアメリカかあるいは中華連邦か。それこそ論外よ。イリュリアを離れれば私たちは本当にただの犯罪者だわ。仕方ありません。できれば避けたかったが、連王カイキスク、彼ならば元老院とは反目している存在です。悪くない判断だ。
すぐに連絡を取りたまえ。はい。あら、よく考えたら元老院は計画の実行前に情報が漏洩することを恐れていたはず。だからあえて傘下を広げずにアサシンを。事情も聞かずに金で動く組織を使ってきたのではなくて、だったら別に蓮王に会いに行かなくったって。鋭い指摘だが決めつけるのは危険だ。まさかとは思うけど、私たちを日の当たる世界に返そうとでも考えているの？どうだろうね。イリュリアの国民性は実益よりも精神を重んじるわ。司法取引で恩赦なんてありえない。だが事実君は組織を抜けた。は、本当におせっかいね。それがあなたなりのダンディズムってところ？私は何も言わんよ。受け取り方は自由だ。そもそもダンディズムというものは。もういいわ。加えて淑女なんて言葉が出たらこの場であなたを刺すかもしれない。それは怖い。では口をつぐむとするよ。でもわからないわね。元老院はなぜあんな力を欲しがるのか。長生きしすぎて暇になったから戦争がしたいなんてことだったら笑えないわ。何者だ？用がないのならそこをどいてもらおう。我々は急いでいる。判断が遅い。いかん。